今回はスーパーファミコン版竜子の剣を解説&比較します。ネオジオよりスペックの劣るスーパーファミコンでどのような移植作品になった、良いところ悪いところはロード比較、グラフィックの比較もします。それでは動画スタート。まずは竜子の剣についてですが、当時ストリートファイター2の大ヒットもあり、巷は 2D 格闘ゲームブーム、画廊伝説のヒットもあり、画廊伝説に続く新シリーズとして100メガショック第1弾として竜子の剣がリリースされた。基本システムはパンチ、キック、特殊操作、挑発の4つボタン、そして何といっても竜子の剣といえば気合ゲージ。気合が入ってないと必殺技がしょぼくなる独特のシステム。必殺技を使いたければ気合ゲージを貯めないといけない。必殺技を使わせないためには挑発して相手ゲージを減らす必要があった。挑発を連発するゲームってなかなかないぞ。超必殺技の存在も当時は新しかった。超破壊力の超派手な必殺技、超必殺技、当時のキッズたちは夢中になった。そんな竜子の剣の移植スーパーファミコン版の出来はどうなのか。良いところ悪いところ、ロード比較、グラフィック比較です。まずは良いところからいきましょう。スーパーファミコン版竜子の剣、いいところ1つ目、オープニングが移植されている。当時容量の都合でオープニングがカットされている移植作品が多かったが、このスーパーファミコン版竜子の剣はオープニングが移植されている。そして再現度も高い。そして SNK の移植といえば空想移植のイメージだが、このスーパーファミコンの竜子の剣は移植度が高く良い仕上がりになっている。だって宝じゃないもん、軽アミューズメントリースだからさ。3個目、操作性もよく必殺技も出るのでストレスなしで対戦が楽しめた。4個目、グラフィックの移植もよくオリジナルの雰囲気を再現されていてアーケードに近い感じで対戦が楽しめた。5個目、そして何といっても竜子の剣といえば近づけば拡大、離れると縮小されるこのシステム。このシステムもスーパーファミコンで再現されている。アーケードに比べると迫力は出てないが再現されてよかった。6個目、BGM のアレンジもよく音質もいいのでオリジナルとまた違った BGM を楽しめる。アレンジが下手な BGM は聞くに耐えないので。7個目、CPU のアルゴリズムが変わってかなりプレイしやすくなった。アーケード版は CPU の超反応のためはめないと勝てないが、スーパーファミコン版ははめを使わなくても勝てるようになっている。なので CPU で比較的自然な対戦が楽しめた。8個目、オリジナル要素として全てのキャラクターに超必殺技が追加されている。そのおかげで熱い戦いが楽しめた。アーケード版とは違う対戦を楽しめたのは良かった。9個目、そしてラスボスのミスタービッグとミスター空手が使える。ミスター空手はチート級のぶっ壊れ性能、使えば即バランス崩壊する実力を持っていた。10個目、しかもそのボスキャラ2人は隠しコマンドとかを得れなくても最初から使える。これはかなり良かった。ボスキャラが使えるので対戦が盛り上がった。11個目、エンディングはオリジナルよりも作り込まれていてオリジナルにはないエピソードが見れる。これはビビった。スーパーファミコン版竜子の剣、残念なとこ1つ目、両一色のスーパーファミコン版だがやはりスペック不足なので全体的に劣化移植感はある。2つ目、そして劣化といえばやはり拡大機能。拡大はするがアーケード版ほど拡大されずキャラが小さく迫力がなかった。キャラが全体的にちっちゃいんじゃ。3個目、これは容量の問題なのかステージの間のデモがカットされている。そのためあの名台詞覇王昇降拳を使わざるを得ないもカットされて見ることができない。なんか寂しい。4個目、試合中にボコボコになる演出があるがスーパーファミコン版ではボコボコにならない。やはりスーパーファミコンのスペックのためなのか。5個目、 BGM はいいのだがボイスは使い回しが多い。しかし必殺技のボイスは再現度が高い。6個目、遊べるモードが少ない。家庭用オリジナルの追加モードはなくアーケードモードとなぜか 1PVS-CPU モードと 1PVS2P モードと謎に VS モードが2つある。
せめてトレーニングモードが欲しかった。7個目、得点制度が削除されている。やはり得点がないとなんか寂しい。ボーナスステージはあるが得点はない。8個目、ストーリーモードで乱入されるとストーリーモードが終了して強制的に VS モードになる。それまでの苦労が水の泡。どうしてくれるんじゃい。9個目、アーケード版と CPU のアルゴリズムが変わっていてマイルドになっているので初心者には優しいがアーケードで鍛えた猛者どもには物足りない出来になった。いやはめでないと勝てないし。10個目、そして当時では当たり前だが移植されたのがアーケード版稼働開始1992年9月24日から1年以上経った1993年10月29日に発売された。やはり1年かかるのか。もう少し早かったらよかったのに。11個目、グラフィックはアーケード版の雰囲気をうまく再現されているがゲージ曲がりが中央に集中しており圧迫感がある。12個目、そしてキングの下着だがアーケード版はピンクなのだがスーパーファミコン版は黒に変更になっている。なんでピンクじゃないんじゃい。皆さんはどちらが好みですか。ロード比較。スーパーファミコン版と比較するのはプレイステーション2版です。スーパーファミコン版とプレイステーション2版ではどちらが速いのか見ていきましょう。1戦目の戦闘のロード時間を比較しましょう。キャラを選択して画面が切り替わりだしたらカウンターをスタートします。カウンタースタート。やはりプレイステーション2版が速かった。0.96 秒。そしてスーパーファミコン版が 2.20 秒。その差は 1.24 秒。スーパーファミコン版短かったがやはりプレイステーション2版より遅かった。2戦目のロード比較。画面が切り替わりだしたらカウンタースタートします。スーパーファミコン版デモがカットされている部分、スーパーファミコン版が速いはず。結果はいかに。カウンタースタートしました。やはりデモがない分スーパーファミコン版が速いのかそのまま逃げ切れるか。スーパーファミコン版。プレイステーション2版、ここでバイクに乗るデモに入った。スーパーファミコン版は先ほどはプレイステーション2に負けたがここは有利だぞ。まさかの逆転。プレイステーション2版が速かった。 23.05 秒。そして遅れてスーパーファミコン版 29.45 秒。デモが少なかったのに遅かったスーパーファミコン版。やはりスペックの差が出た。せっかくのデモカットされているのになんてことだ。グラフィック&サウンド比較。先ほどに引き続きアーケードに近いプレイステーション2版と比較します。グラフィックとサウンドの違いを見て聞き比べてください。プレイステーション2版、スーパーファミコン同時比較の順番です。まずはオープニング比較から。オープニング比較。プレイステーション2。現れた妹を探すため危険な街ハウスタウンに乗り込む。スーパーファミコン。同時比較。ハウスタウンで彼らを待ち受ける者はレストランで戦う迷惑なキングステージ。背景の違いとキングの下着の色に注目。プレイステーション2。スーパーファミコン。同時比較。やはり下着の色がピンクから黒に変更。テーブルや椅子の数も少ないですね。あなたはピンク、黒、どっちが好き？ハゲツルピッカだけど KOF のボスチームでなんか影が薄いボスキャラミスタービッグステージ。
プレイステーション2。スーパーファミコン。同時比較。負け顔のグラフィックが違いますね。今回はスーパーファミコン版龍虎の剣を解説&比較しました。皆さんの思い出はありますか？コメントよろしくお願いします。個人的には SNK の移植はあまり出来が良くないイメージがありますが、このスーパーファミコン版の龍虎の剣は良い作品だと思います。多分ですが SNK の移植のイメージが悪いのは宝のせいかな。この龍虎の剣は軽アミューズメントリースで会社は違うんですけどね。今回の動画はここまでです。またいろいろな動画も作っていくのでよろしくお願いしますね。それではまた違う動画でお会いしましょう。バイチャ。